景色ぞも人と屍と群れ流れたり、ああ流れたり流れたり、水色なせる屍と人とを乗せて水色に、水は果てなく流れたり。作品としては過去に作った3年前に作った京都であった「歓迎されざるものを」っていうことだったけれども、それの北海道バージョンを作るっていうことになり、そこからだいぶだから局面が変わったんですよね。再展示っていうのはやっぱりいろいろ考えたけど同じものでは全然成立しないなと思ったので、ほとんど一から考え直すようなことになって。だから北海道バージョンって言っても僕は北海道のことを来たことはあるけどあんまよく知らないし、そこから何かを掴み取っていくには結構大変かもしれないなという思いはありましたね。やっぱり詩を通して僕札幌に来て普段街の真ん中しか歩いてないですけど、そこでも見える風景が変わってきたっていうのがありますよね。綺麗に舗装された超近代的にできている札幌の街の昔の風景、100年前の風景っていうの上にこれがあるっていうふうに想像することができるようになったっていうことです。それはとても単純なことなんですけど、そういうだから時間の層みたいなレイヤーを、自分の中にちょっとは入れることができたのかなと思っています。そういうことについていろんな方が、言葉の中に織り込んできたものたちが今読まれている作品なんだということですね。僕自身の驚きとしてはね、こうやって詩を読むっていうかある地域で、書かれた詩を読むことでその地で起こったことっていうのがすごく立体的に浮かび上がってくるんだなっていうことが初めての経験だったので、ちょっとだけですけどね、まだ知れたっていう感じがとてもしてるんですね。で来たお客さんがほとんど北海道の方だと思うんですけど、どんなふうに見るのかっていうか、僕と同じように北海道で書かれた詩を、聞くことで自分が住んでるところを再発見していくとか、そういうことがあればいいなというふうに思いました。やはり言葉が声として読まれた瞬間に立ち上がる映像っていうのがやっぱりあって、それはもうその都度その都度やはり立ち上がってきて生きて動いていくっていうのが上演されてるっていうんでしょうかね。そういう感覚を味わっているので、本当に僕が活字で本で読んでいた詩のイメージと声でそこで上演されて立ち上がってくる歴史の風景だったり人の息遣いとかリズムとかがやっぱり僕のもともと持ってたのと違ったものが出てきたりするので、それは本当にリアルにそれぞれの人の心の中でビルドアップされていってるはずだなと思います。それが歴史を見直すっていうよりもやっぱり自分の中でその都度立ち上がってるんじゃないかなっていうのは、僕もそうでしたし、多分皆さんそうじゃないかなと。同じ詩であってもやっぱり読み手によっても全然違うし、文字で読んでた時も自分の気分によって見え方と感じ方が全然違うので、その詩に書かれている内容をどう受け止めるのかっていうことがなんていうかこっちの状態によって変わるっていうような体験っていうのはやっぱり詩の独特な作用かなっていうふうに初めてそれは認識したんですよね。
詩を一生懸命聞くっていう行為が、例えばネットのニュースをねこうだーっとなんかこう流し読みをするような日常の文字との接し方の本当にこう対極にあるような気がして、なんか忘れてたなこの時間っていうのもそういう感覚もあるんですよね。そうですね、言葉もすぐに流れていってしまうことは一緒なんですけれども、なんか体に入ってくる入れ方が違うっていうことかなと思いますね。多分結構今回選ばれた詩ってヘビーなものも多いので、聞いてて自分が傷ついてしまう人もいるんじゃないかなと思ったりするんですけど、その痛みをこうなんか抱えて、他者に接したり自分のことを見つめ直したりっていうことが今回の展示ではなされるんだろうなと思って、それはすごく前向きな傷っていうか、なんか命が一度むき出しになって赤くヒリヒリして、それで初めて誰かとつながれることもあるっていうなんか詩の言葉たちになってるかなと思います。映像部分に関してはですね、プロジェクターで映して、光を出して、そこで水面の波紋がすごく綺麗に出るっていうのが実験で分かったので、その効果をとても、が使えるなと思って、何がいいかなっていうのはずっと考えてたんですよね。もちろんね、なんか北海道の昔の写真とかをバッと出してて、それが波紋でこうバッと書き消されるっていうだけでも絵にはなるだろうけども、なんか安易に人が撮ったやつ写真をそこで使うっていうことがなんか違うような気がしていて、迷っている時に吉成さんから燃やす炎のイメージが湧いてきましたっていうメールをもらって、まさにそれだと思って、我が家を得たりと思って、で今読んだばかりの詩を燃やすっていうことにしたんです。詩っていうのが今読んだばかりっていう現在形、今のこの瞬間っていうのをもう燃やしきってしまうっていうことと、その詩に書かれていることっていうのがやっぱり昔のことだったりもするので、自分で燃やしてるってじゃなくて燃やされてしまっているっていうこととが両方の意味で見えるかなと思って、一人の演者が読んでいて、でその転換の時に今映像が入るわけですけど、そこですね、そこは割とっていうか、そこは僕がやらないといけないというか、自分のリズムというか身体感覚でこれが気持ちいいっていうのを決めていく作業をするんで、それは照明の転換と一緒に読み終わりました。何秒で本を置きます。そしたら何秒で照明が変わります。で音が入ってビヤーンってなって何秒でこう立ち上がってっていうのの、そこの音の編集というか、音っていうかそのシーンの編集ですよね。そこは頑張りましたというか、頑張ったというか、そこ得意だなってやっぱ思ったんですよね。得意っていうか、すごいこだわってしまうというか、好きというか、気持ちはある、自分の気持ちのいいリズムって絶対そこら辺持っているので、なんか舞台作る時の感覚でそこは時間を構成するってことをやりました。で今も毎回見るたびにとても嬉しいです。なんというか、その朗読のところで言葉のシャワーを浴びるので、次の空間は言葉なしでなんかこう抽象形態みたいな絵とか立体がボンとあるとか、なんかそういうものを置きたいなと思ってたんですね。なんかでもそれがねなかなか難しくって、で立体だったらまだ好きなので粘土で作るっていうのは割と得意なので、それを学生にも一緒にやってもらいながらそれを作って、38編の詩の
一つ一つから自分が一番心に残っているフレーズっていうのを抜き出してそれを刻印してあるんですよね。拡大されたアップダウンしているオブジェがこっちではその光で照らされて宝石のように美しくディスプレイされてるんですけど、もともとはゴミなんでね、ゴミっていうか人間に打ち捨てられたものたちなので、拾ってきてわざわざああいう樹脂に木にかたどってもっぺん作ったもの、それは弔いみたいな意味だとに見えると思うんですけど、でもう一方はそれを粘土で作って文字を刻印してあげた上で文字の部分だけをそぎ取っているんですけど、なんていうかな、一部だけそぎ落とされたゴミたちで人間の、創作した言葉がそこに刻まれているというものを作ってプリントしてみたんですね。なんかこう動的なものに見えたらいいなっていうのがそもそもあってなんか動かしたかったんですよね。ブルーシートとかも使うことよくあるんですけど、労働者を象徴するようなものというか物質として下流と見られているものっていうか、一回使って捨てることにあんまり罪悪感を感じないものっていうか、そういうものを使いたい癖があるんですよね。詩の朗読をしている空間はとてもラグジュアリーな空間になって銀座の宝石屋さんみたいじゃないですか。あそこ照れくさいんですよ多分ね。あれだけだと綺麗なものを作って綺麗な時間を緊張感のある繊細な時間を作るっていうだけだとちょっと自分の中のバランス感覚が取れない気がして、それと違うニュアンスを持ったなんかなんというかな、別の階級の声みたいなことっていうのか。でも今回はでも詩の中にすでにそれが入っているので、そこがちょっともしかしたら迷いの原因だったかもしれないんですけど、で最後のその鶴のところは素材としてはだからこっちひらひらしているその安いポリのシートの素材が続くような形がいいかなと思って、でそこに文字を書くっていうことをイメージでやってたんですけどそれも書く言葉は結構ずっと悩んでたんですけど、最終的にはアイヌの女性の昔の記憶を綴っている手記みたいなことですかね。あれは詩というよりも日記的な、回想記みたいなことだと思うんですけど、そこから一つの、一編を、選んで手書きしています。そう現代につなげるっていうことを、考えてやっぱりなんかその詩を読んでるうちにやっぱりその昔の北海道の、様子とかが、どんどん頭の中を占めていくようになって、でそうするとやっぱりアイヌっていうことがどうしても出てくるんですよね。そこを入れないわけにはいかないというような気になってきて、僕は今回まで知らなかったんですけど、実はそのアイヌに対するヘイトがあると。でそれはとても厄介な問題なので、今回その北海道バージョンっていうの作品を北海道で作ることになってそのいろんなことを知っていく中でやっぱりアイヌの問題とかも知って、でアイヌの現状についてそのヘイトの言葉が、飛び交っているっていうことに、その言葉群を恐れて表現を、自粛していくっていうことも現実の一つなので、今現代で起こっていることの、一つの事象としてそれも扱わないわけにはいかないと思ったわけです。
まず壁の方はよく見ると漂流物のシルエット、漂流物っていうのは説明はないんですけどなんか漂流物だって伺っていたので文字が書かれているっていうことで、漂流物ってより物で、岸に流れ着いてそこのものになってしまうっていうか、そういうものに文字が書かれてるっていうのがすごい北海道の歴史の中においてもコロニアルな植民地ですから、植民地にの岸辺により集まってきた者たちに言葉が載ってるっていうのもすごく面白いなと思いましたし、また最後の通路部分、あれはアイヌ語をアイヌ語は文字がないんですけど、その後、アルファベットだったり、カタカナだったりで表記し直してるっていうか、そういった言葉で物語が描かれていて、それをお書きになった方がアイヌの方で、共同っていうんですか、一緒により集まってきたものと、アイヌの人と一緒に空間作れたっていうのがとてもなんか最高に幸せなことだなというふうに僕なんかは見えました。その上での今回のこの高峰さんっていうアーティスト、旅人がフラットって言っちゃあれですけど、やってきて、何かそれが媒介になってこういう空間作って、いろんなことをもう一度なんていうか、ちょっと変な風に固まっちゃったものも泥にしたり燃やして灰にしたりしてくれて、またここから何か像が立ち上がってくることができるんじゃないかなっていう印象を持ちました。いや、とてもシンプルな作品だなと思うんですよ。これなんかいろいろやってきたけど、こんなに単純になっていいのかっていうなんか舞台の作品とか作るときはもっと荒削りなんですよね。なんか結構自由にさせてるとこさしてるし、即興も本番で結構やったりもするし、でもとてもあれですね、純度が高い空間になってなんかそうではない、例えばもうちょっとなんかわい雑なものとかが入った混乱を含んだ僕の作品を知っている人が見に来たら物足りなく感じるかもしれないなと、思うんだけど、でも違うんですよね。違うタイプの作品ですね、これは。本当に聞いてる方が耳を研ぎ澄まして、五感を研ぎ澄まして初めて感じられる作品だなと思ってます。